皆さんこんにちは。左手にある湖は精進湖と言います。今日は精進湖から見える特別な富士山とこの有名な景色が見れる場所に行きます。リスニングの勉強のためにぜひ最後まで見てください。コンビニが見えてきました。まずはコンビニに寄りましょう。車を止めます。ホットスポットと書いてあります。ホットスポットは今年放送されたドラマの名前です。とっても面白いドラマでした。こんにちは。普通のコンビニです。でも普通のコンビニには売ってないものもありました。薪と木炭です。近くにキャンプ場があるからです。エクレアと、はいエクレア一つと、はい。あとコーヒーを、はい。コーヒーは、じゃあアイスの、アイスをはい氷入りカップを持って。あ、大丈夫、あ、すみません、ありがとうございます。 370です。はい。アイスコーヒー用の氷の入ったカップは普通は自分でレジに持ってきます。でもここの店員さんは持ってきてくれたのでびっくりしました。じゃあこれですいません。はい。ありがとうございます。はい。すいません。ホットスポット。そうはいです。あっちにグッズが売っていると教えてくれました。確かに壁にホットスポットと書いてあります。ここがグッズコーナーですね。これは T シャツです。こっちはタオルです。コーヒーが出来上がっていました。はい。はい。じゃあどうもありがとうございました。エクレアを受け取って帰ります。この人とこの写真を撮っている人もホットスポットのファンだと思います。ホットスポットの主人公はシングルマザーです。彼女が働いていたのが今から行くホテルです。そこで一緒に働いている男の人が宇宙人だということをある時知ります。宇宙人というのは地球以外に住んでいる人というか人みたいなものです。それだけ聞くとはって思う内容なんですがとっても面白いです。そのドラマは山梨で撮影されました。このカーブの先に主人公が働いていたホテルの建物が見えてきました。ドラマの中のホテルの名前は実際のホテルの名前とは違います。ホテルの中もこのホテルではない場所で撮影したそうです。庄司マウントホテルと書いてあります。庄司は庄司湖という湖の名前です。この道を渡って降りたところにあります。富士山の周りには5つ湖があって富士五湖と呼ばれています。
富士五湖には河口湖や山中湖があります。山中湖の動画も前に作ったので見てみてください。精進湖は富士五湖の中で一番小さい湖です。精進湖は5000年前ぐらいにはとっても大きな湖の一部だったそうです。でもある時富士山が噴火して湖に溶岩が流れてきました。その時に本栖湖ができて、もう一つ大きな湖が残りました。その後、また1000年ちょっと前ぐらいに富士山の大きな噴火がありました。その噴火の溶岩が本栖湖じゃない方の大きな湖の大部分を埋めてしまったそうです。その結果、この精進湖と隣の西湖ができたそうです。ホットスポットのドラマの看板があります。そしてベンチが置いてあります。主人公が座っていたベンチです。湖のもっと近くにもベンチがありますが、他の人たちがいるので、ここに座ります。ここから見える富士山は小滝富士と言われます。富士山の手前に小さい山が見えますか？富士山が子供の山を抱っこしているように見えるので、小滝富士と呼ばれます。私は小滝富士をこの時初めて見ました。ドラマでもこの富士山が映ってましたが、手前の山は目に入っていませんでした。さっき富士山の2回の噴火で最初に本栖湖ができて、その後精進湖と西湖ができたことを話しました。この3つの湖は地下でつながっていると言われています。というのも、この3つの湖は標高がほぼ同じで、水面の高さもほぼ同じだからだそうです。雨が降って一つの湖の水位が上がると、他の2つの湖の水位も後から上がるんだそうです。この漢字は精進と読みます。でもこの湖の名前はこれで精進と読みます。富士山も富士五湖も、つまりこの精進湖も世界遺産になっています。ここが富士山です。そしてここが精進湖です。精進湖の東に西湖、西に本栖湖があります。この3つがさっき言った通り、もともとは一つの湖だったと言われています。精進湖のそばに赤池と呼ばれる湖があります。赤池は大雨で精進湖の水が増えた時だけ現れます。なので普段はありません。数年に1回
見られるそうです。なので、赤池を入れてフジロッコという言い方もあるそうです。赤池が現れるのは精進湖の水が増えた時なので、赤池と精進湖はつながっていると思われていました。でも最近の研究で赤池の水は精進湖の水とは違うということが分かったそうです。つまり精進湖と赤池は地下でつながっていたわけではないということです。地下でつながっていた方がロマンがあった気がします。では今からこの写真のところに行きますよ。ここから左に曲がるとあの風景の場所です。さあ見てください。あの写真のような迫力はないですね。車のカメラの位置かもしれないので、後でもう一度さっきの場所を歩きます。でもその前にこの道が面白かったので、ちょっと一緒に見てみてください。しばらく行くと大きな鳥居が見えてきました。鳥居は神社の入り口にあるものです。鳥居の先からは神様の場所ですよということを表します。そしてここでの神様は富士山です。富士山は噴火を繰り返す恐ろしい山でした。それで富士山を神様として拝むようになりました。そのうち富士山にお参りするために富士山に登るようになりました。その時の富士山への最初の入り口はこの鳥居でした。つまりこの先からは富士山という神様の場所に入るということです。鳥居の真ん中に富士山と書いてあります。見にくいですが見てみてください。今では町になってしまっているので、さっきの鳥居からこっちは富士山と言われてもあまりよくわからないかもしれません。でも道はずーっと上り坂でした。つまりここはもう富士山の一部と言えるのかもしれません。そしてここが道の終わりです。さっきの道に戻ってきました。ここ、さっきよりきれいに見えたと思います。駐車場に車を止めて歩いてみましょうか。人がたくさんいるところがさっきの場所です。交通整理の人がいます。人がたくさんいて危ないからですね。外国からの観光客の人たちがたくさんいました。みんな
こんな感じの写真を撮りに来たんだと思います。でも、車がたくさん通るのと人が多いので、いい写真を撮るのはとても難しそうです。この交差点だけとてもたくさん人がいました。ちょっと歩いてみましょう。このお店はやってなさそうですね。その隣は時計のお店です。ここも閉まってます。道の反対側は何屋さんでしょうか。観光客は多いですが、なんとなくあまり人がいない感じの商店街に思えました。さっきの場所はドラマのホットスポットにも出てきていました。すごく素敵な風景だと思っていたので、実際に見に来れてよかったです。この喫茶店もドラマに出てきた喫茶店です。ただ、満席って書いてありました。満席というのは人がいっぱいで入れないという意味です。この2人も後から出てきていました。ホットスポットのドラマの影響で、ドラマに出てきたいろんな場所が混んでいました。ここにもドラマのポスターが貼ってありました。ドラマやアニメに出てきた場所を巡ることを聖地巡礼や聖地巡りなどと言ったりもします。最後に一箇所だけどうしても行きたい喫茶店があります。車に戻ります。人が並んでいるのが見えます。ここはモンブランという喫茶店です。ドラマで主人公たちがよくここに来てパフェを食べていました。これは絶対入れないですね。お昼を食べたかったんですが残念です。どこも混んでいてホットスポットの人気ぶりが確認できました。来れてよかったです。ウォルター・エーデケンスさん、ウィリアム・ダウニーさん、セサル・マルティネスさん、Thank you so much for your super thanks. I really appreciate it. I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I'd like you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. またね。